ちは、しゅうすけです。今回はですね、アイスランドに来る際にぜひ知っておきたいこと、特に無駄遣いとかしなくて済むようなお得にできるようなことで、アイスランドに住んでる人からすると当たり前だったりすることを5つ紹介していきたいと思います。はい、では行きましょう。では1つ目ですね。1つ目は水ですね。飲料水ですね。はい、アイスランドは皆さん知ってる通り、すごい自然が豊富な国で、自然資源が溢れてるんですよね。でそのうちの1つが水で、もう水道水をひねるだけで、水道をひねるだけですごい美味しい水が出てくるので、水は買わなくて大丈夫です。ただコンビニとかスーパーとか水が売られてるんですよ。なので買えるっちゃ買えるんですけど、それを何本も買うぐらいだったら水筒を買ってそれを自分で補給した方が絶対にお得ですし、サステナブルですし、自然にも優しいですし、より美味しい水を飲めるんじゃないかなって思うので、ぜひそうしてください。はい、ということで1つ目は水でした。次行きましょう。はい、それでは2つ目は10-11ですね。10-11っていうのがアイスランドにはあって、日本でいうセブンイレブン、本当にセブンイレブンと似たような感じなんですけど、アイスランドにあるコンビニ的な存在ですね。営業時間とか立地とかはですね、基本的に他のスーパーと比べると良かったりするんですけど、ただ値段が高いので、そこはできるだけ利用しないようにした方がいいかなとは思いますね。こちらに住んでる僕とか友人とかはもう絶対行かないですね。はい、高いんで絶対行かないです。でただ営業時間が長い、他のスーパーが閉まってる時に空いたりするんで、もし本当に緊急時に何か必要だっていう時には行ってもらってもいいと思うんですけど、それ以外はできるだけ避けた方がいいんじゃないかなと思います。はい、なので10-11は行かなくて、代わりにボーナスとかクロナンっていうのが近くにはあるんですよ。ただ市内のど真ん中なかったりするんで、歩ける距離なんですよ。歩ける距離にボーナスとかクロナンっていう違うスーパーとかがあるので、そこで食料とか買えば、ホテルとか家とかでキッチンとかついていれば、そこで料理をすれば夜ご飯とかも作れるので、そっちを僕がおすすめします。ちなみにそのボーナスとかの値段とかが気になる、どんなくらいなんやろって気になる方は、ここにリンク動画出しておくんで、30品目を比較した動画作っといたので、それをぜひ見てください。はい、では3番目いきましょう。3つ目はですね、タバコですね。タバコ、スモーカーにはちょっと優しくないですね、アイスランドは。1箱タバコを買うだけで1000円以上とかは絶対必ずするので、本当に優しくないです。なのでタバコを吸う方、スモーカーの方はアイスランドに着いた時、アイスランド空港に着いた時に、アイスランド空港ってないな、アイスランドの空港に着いた時にタバコをデューティーフリーで必要な分だけ買っておくことをお勧めしますね。それで必要な分だけ買っておけば、アイスランドで無駄にお金を消費することなく、タバコも吸えて楽しんでもらえると思うんで、それを僕はお勧めしますね。なのでスモーカーの方はデューティーフリーでタバコを購入することをお勧めします。はい、それが3つ目です。次4つ目はお酒ですね。今回はタバコに続いてお酒なんですけれど、お酒もやっぱ高いんでデューティーフリーおすすめします。はい、でレストランとかで飲もうと思うと本当にビール1杯で1000円は超えてくるので、もちろんですね、お酒ってずっと多く持ち歩けないと思うんですけれど、もしその自分の車で運転してどっかでキャンプをしながらとかコテージを借りて宿泊するとかっていう場合でしたら、おそらくどっかスーパーとかで食料とか買って飲み物とか、結局アルコール飲みたかったらアルコールも買って飲むと思うんですけれど、そういった場合ですね、そういったことを計画されて
てる場合でしたら、多分空港で少しでもお酒を買っておいて旅をするとお金を無駄遣いをしなくて済んで、他のところに予算を避けたりするんじゃないかと思うので、もしそういった自分でレンタカーとか運転してコテージとか泊まりながら、もしくはキャンプしながらアイスランドの旅するって計画されてるんでしたら、デューティーフリーでお酒を買ってアイスランドの旅を一緒に、そのお酒たちと一緒にするっていうのがおすすめします。こっちで買えなくもないんですけど、物によっては本当に倍以上するのでデューティーフリーをおすすめします。はい、タバコとお酒はデューティーフリー。はい、そんな感じです。次最後ですね。はい、5つ目ですね。5つ目、最後のことは結構当たり前なんですけど、自分に必要なものを事前に準備してアイスランドに持ってくるって感じですね。旅行をする方の中で現地に行って物を調達するって方も結構いらっしゃると思うんですけれど、それをアイスランドにはあんまりお勧めはしなくて、なぜかというとあんまり様々なものに関して品揃えがいいとは言えないので、できるだけ事前に必要なものを持ってきてもらった方がアイスランドを旅行する上ではいいかなとは思います。特にカメラとかの機器とか三脚とかレンズとか、そこら急にいるものではないと思うんですけど、もし何か欲しいなとかなった時に買える場所があんまりない、もしくはもう売ってなかったりするので、事前に持ってくることをお勧めします。もし緊急で必要であればオンラインで買えばいいやん、こっちで生活するんであればオンラインで買えばいいんじゃないのって思われると思うんですけれど、もし Amazon とかですね使っちゃうと、その製品の倍以上の郵送費とかがかかってきたりするので、ってないようなもんな感じですよね。なのでお金に困らない、別に倍以上払っても欲しい必要な時はいいかもしれないですけれど、基本的に Amazon はこちらで機能してないって感じですね。なので5つ目は当たり前ではあるんですけど、自分に必要なものをアイスランドに来る際は持ってくるっていうことですね。はい、ということです。はい、ということで今回は以上になります。いかがだったでしょうか。僕も日本ではですね、水とか毎日買ってましたし、スーパーよりコンビニ行ってましたし、 Amazonヘビーユーザーでした。プライムも使ってましたし、っていうことを考えると、本当に日本とアメリカじゃないです、日本とアイスランドもいろいろ違いがあって、旅行する際も結構大きな違いを感じるんではないかと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、少しでも節約できるところは節約して、使うところは使ってもらって、アイスランドの旅、これからアイスランドに行くことを計画して、ぜひアイスランドに来てもらえたらと思います。はい、So thank you guys for watching and see you in the next video. ありぎるしです。